こんにちは、アトリエニュトラポートです。このチャンネルは気軽にレザークラフトを楽しむチャンネルとなっています。作り方動画、型紙140以上、チャンネル登録よろしくお願いします。すべての動画を見ていただくには、こちらのチャンネルの YouTube メンバーシップ A クラスにご加入いただくと動画が見放題となります。どうぞそちらもよろしくお願いします。さて今回作っていくのはこちら、とても綺麗なピンク色。こちらはメガネケースになります。さっとバッグに忍ばせることができて、スッとね取り出せるもの。ちょっとねハードな革で作るとメガネもちょっと安心だと思います。とても作りやすい作品になりますので、初めて作る方にももちろんおすすめとなります。プレゼントにも思い立ったらすぐ作れるものになるので、これからまた父の日結構迫ってまいりました。ぜひぜひいろいろ作ってみてください。また今回はこんなねとても綺麗なピンク色で作りましたが、黒や定番の茶色などで作ってもかっこいいもの仕上げると思います。結構ハードに使うものですので、経年変化など訪れて革小物を使う醍醐味が味わえると思います。それでは一緒に作っていきましょう。今回使用するのは川村レザーさんシビラリス仕様のフクシアという色になります。以前作ったこちらの小型ショルダーバッグ、こちらもシビラリス仕様の色違いマスタードを使いました。こちら優しい桃色になっています、ね、上にローがかけられていますので、ローがねだんだんと取れてきて、この裏のピンクの色になってきます。少しね張りがある感じがしっかりしててね、オイルも染み込んでいて使いやすそうな革です。今回はこちらの革を使っていきます。今回使う型紙はこちら1枚になります。裏側もね傷などないか確認して少し大きめに革を取っていきます。大まかにカットすることができたら、床面、裏側を処理していきます。裏返していろいろな方向に触ってみてください。革の目が寝る方向、抵抗がねない方向がありますので、そちらに向かって床面を処理する溶剤を塗っていきます。溶剤を塗って湿らすことで丸まっている部分を広げて平らにして、型紙を写しやすくしたりカットしやすくしたり、それから床面、裏面ですね、裏面を保護する役割があります。それでは溶剤が乾かないうちにこちら同じ方向に磨いていきます。同じく目が寝る方向に向かってガラス糸をかけます。今回染み込みがとてもいいですね。2度裏面を磨いても大丈夫です。裏面が磨けたら重しなどを乗せて皮を平らにします。皮が平らになりましたら型紙を写していきます。しっかり写すことができるとカットするときに見やすくてカットしやすくなります。さあそれではカットしていきます。直線のところはこのようにカッターを線に合わせてしっかり押さえます、カッター結構ずれやすくなりますので、それだけ注意してください。革包丁や別立ちがある方はもちろんこちらでカットしても大丈夫です。こんな感じで周りをぐるっとカットしていってください。このようにカットすることができました。カーブのところがうまくカットできないという方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は紙やすりでこのように滑らかなラインを作っておいてください。それではここが入り口になります。入り口のところだけへり落としをして先に磨きをかけておきます。へり落としで
表側と裏側へり落としをかけます。表は角からへり落としをして大丈夫です。裏側です。こちら側は全部削って大丈夫です。そしてここがちょうどね縫われるので、端っこ1センチを残しておきます。このような形で縫われます。それではこの部分だけ磨きをかけていきます。はみ出さないように塗ったらウエスで磨いていきます。一度でもこのようにピカピカに仕上がりますが、こちらまでね一度すべて塗って磨いたら紙やすりで一度落とします。一方方向に削ってください。もう一度塗ります。塗ったらもう一度磨くと、一度目よりも二度目の方がピカピカに綺麗に仕上がります。もう一度紙やすりをかけて、さらに3回目磨くともっとピカピカになりますので、一応3回磨くのをおすすめしています。綺麗にこちら側も磨いておいてください。入り口のコバがピカピカに磨き上がりました。それでは刻印を入れていこうと思います。半分で8センチなので、端から4センチのところを中心に入れたいと思います。今回の革、表からだと水入りづらそうなので、刻印を入れるところだけ裏側から濡らします。刻印の上下必ず確認してください。バッチリ刻印が入りました。それでは半分に折ってボンドを塗っていこうと思います。今回裏がすごくツルツルしているので、裏側を荒らしたいと思います。ヤスリで削ってボンドを塗りやすくします。ここからここまでボンドを塗りたいんですが、削る部分ね、どこまでかはっきりしないと、削りすぎてしまうとこう見えてしまうので、合わせて少し下の位置に印を描きます。ですのでここからここまで荒らしをかけます。ドレッサーで2ミリぐらいの幅、ボンドを塗るところを削っていきます。ね、ツルツルした裏側でしたので、ドレッサーで削ってボンドを塗りやすくします。接着面を荒らすことができたので、ボンドを塗っていきます。ボンドを塗るのは半面で大丈夫です。このようにね、くっつけます。端っこを使うとボンドが塗りやすいです。下から合わせて貼っていきます。ボンドが乾かないように手早くくっつけてください。接着面をぎゅーっと押すことで余分なボンドが外に出てきて、後で綺麗なコバに仕上がります。乾くのが結構早いので、急いで接着をしてください。クリップを奥の方にやっても、ここねボンドついてないのでくっつきません。ボンドを塗ったすぐ上のところをギュッと押さえられるようにしてください。5分程度接着ができたらコバを整えていきます。上になってるコバ、下になってるコバ、ズレが生じているところはカー包丁でこのようにカットしてコバの段差をなくしていきます。表側からと裏側からとやるとコバが綺麗になります。これ以上包丁ではカットしきれないというところまで来たら、ドレッサーでしっかりと2枚のコバがぴったり合うようにヤスリがけをしてください。周りをきれいに揃えることができましたが、この角の部分ですね、こちらはお好みで角を少し落としても大丈夫です。もちろんね、この角張ったのもかっこよく仕上がると思います。少しね丸くしておくと優しい雰囲気が出てきます。少しカットしたらドレッサーでカーブをきれいに整えておきます。
切りすぎないようにだけ注意をしてください。ちょっと今回は全部丸くしてみようと思います。とんがってる部分がない方が、当たりが優しくなるので、よいしょ、角の保護にもなると思います。こんな感じで少し丸く仕上げていこうと思います。今回はポイントで糸を小刃にこうかけようと思います。始まりとね、終わりのところかけようと思いますので、そういった小刃に縫う時にかける部分は先に少し、磨きをかけておきます。その部分だけでも大丈夫です。ね、後でもう一回最後にね、磨きたいなと思います。少し磨きをかけておきます。それでは縫っていきます。ディバイダーで3ミリの縫い線を描きます。この端っこまでは縫い切れないと思いますので、途中でおしまいにして大丈夫です。それでは穴を開けていきます。この段の落ちたすぐ窓なりのところに穴が来るように穴を開けていきます。こんな感じで線状にどんどん穴を開けていってください。角のところはこのように次の向きで穴を開けるときれいに縫うことができます。それでは縫っていきます。今回はこの L 字型に縫うんですが、この距離の 4.5 倍取ろうと思います。なので4本半ぐらいになるように、ちょっとね長めに 4.5 倍にしています。それでは針に通して縫っていきましょう。まずこちら側を縫っていこうと思います。なので上から2つ目の穴に通し、糸の長さを揃えます。で最初にこの横に通してしまおうと思いますので、表側の糸は横の小刃を通って裏から表に戻ってきます。裏にもともとあるものも小刃を通って裏から表を通って後ろに戻っていきます。ここ糸が2本になりますので、きれいに揃うように調整してからしっかり引いてください。ここからは通常のまず1目目をこちらに縫い戻します。こちらの目も最初が二重になるように戻ってきます。ここからはずっと L 字にどんどん縫っていきます。一目ごとにしっかり引いてやると縫い目がきれいに揃ってきますので、丁寧に縫い進んでいってください。端っこまでいったら一目縫い戻して、そこで小刃にかけていきます。表からと裏からと。そしてさらに縫い戻していくと、そして表だけ2目縫い戻します。裏側に2本糸が出るようにして、ここで今回ビニモですので焼き止めます。縫い終わったら縫った糸につられて小刃がなみなみしますので、このかけてある糸を切らないように、それを避けたところでもう一度ドレッサーをかけておきます。
そうしましたら残りをへり落としします。さっきねかけたところは大丈夫です。表側裏側とへりを落とします。この角のところもね落とせてないと思うので落としておいてください。へり落としができたら磨き剤で磨いて完成になります。きれいに丁寧に磨きをかけていってください。いかがでしたでしょうか。キーホルダーをつけてみたり、ちょっとベルトをつけてみたり、アレンジをしても楽しいと思います。ぜひぜひ作ってみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。